こんにちは。こんにちは。斉藤です。はい。本日の動画なんですけども、はい。2024年キャンプで使ってよかったランキング5選。響く。ちょっとね、この部屋ちょっと狭いので響きます。ということで、はい。動画を撮ってるんですけども、早いもので、本当だよ。 2024年も終わりに近づいておりますので、やっちまうのかよ。ねえ。まだ1ヶ月ちょっとありますけど、ねえ、そんなのあっという間だよね、きっとね。まあそうね。うん。今年もいろんなね、キャンプギアを使わせてもらいました。はい。はい。購入したものからお仕事で使わせてもらったものだったり、いろいろある中で、はい。これ忖度なしで良かったと思えたもの、真面目に考えて5選はい。出しましたよね。出しました。はい。そのキャンプギアたちを発表しようではないかの回でございます。だんだんキャンプも長くなってきますと、はい。そんなにね、しょっちゅうお買い物をいっぱいしているっていうこともないんですけど、確かに。ただやっぱり皆さん動画見てくださっている方も、うん今初めて見たよっていう方もそうなんですけど、まあ結構ヘビロテしているものをチョイスしたので、そうだよね。自分たちでうん気に入って、すごく使ってるものを選んだってことですね。そうですね。今年は確かにお買い物少なかったと思います。そうなんですよね。でも、やっぱその工夫をしたいっていうのが今年はすごい大きかったかなと思っていて、ギアをたくさん取り揃えるというよりは、その中で、これがやっぱ使い勝手いいなとか、どんどんこう厳選していって、新たなアイテムっていうよりは、例えば焚き火台だったら、焚き火台の中で深掘りして、これにしていこうとか、新たなもの、新たなジャンルのものっていうのは、そんなにもしかしたらもうあんまり買い揃えてなくて、椅子で迷ってたり、テーブルで迷ってたり、もうその同じカテゴリーの中でいろいろ深掘りしていって、これだって思ったものなんで、結構リアル意見に近いと思います。あとは購入してからレビューしたんだけども、その後使ってみてどうだったのかとかっていうのも含めてありますので、そうですね。早速1個ずついってみようかなと思います。結構小物が多いんですけども。そうですね。リアルなんでね。そう、リアルな意見なんで。たくさん使ってみて本当に思ったこと。で、結局開封動画やっても結構その後のどうだったか感想って割と使ってみないとわからないから、この今年の総まとめ編にはいいんじゃないかと思います。ちなみに、最初のタイトルコールで、ランキングって言いましたけど、ごめんなさい、ランキングではない。はい。5選っていうことですね。これに順位はありません。はい。早速、行ってみようと思います。一つ目のアイテム、こちらでございます。どうぞ。ドン、こちらです。パジャマムーンのチェア。はい。折りたたみのチェアでございます。これ何チェアっていう名前あったっけな？正式名はまたじゃあ。このよくあるタイプのチェアですけども、折りたたみのね。はい。これは春のフィールドスタイルで、アウトレット品を買わせてもらったんですよね。ちょっと派手かなと思ったんだけども、なんだかんだすごい使ってるという。そうですね。テントがやっぱり柄物ではないので、どんな無地のテントにも結構しっくりくるっていうか、黒だとモダンな感じになるし、ベージュとかだとこう可愛らしい感じになって、ナチュラルな感じになったり、結構どんな時でも持っていっています。はい。お気に入りポイント。はい。軽い。確かに軽い。今私この座った状態でこんな感じで持っていてもですね、なんら力をそんな使ってません。そうね。アルミチェアなのかな。めちゃくちゃ軽い。木目調ですけどね。そうですね。そう、こういう色味でございます。二つ目、はい。秒で設営。そう、これがやっぱ楽。キャンプ場着いて、すぐ椅子とテーブル出して先にご飯食べたいなっていう時に、もちろん組み立てには組み立ての良さがあってコンパクトに収納できるから楽なんですけど、これだと秒で開いてすぐ座ることができるので、これもこれでやっぱりお気に入りポイントですね。3つ目、収納が薄い。これも結構決め手の一つでございます。はい。こういうタイプのチェアで薄くなるタイプと、結構こう畳んでもかさばるタイプと分かれるんですけど、やっぱり地味にこれがかさばると
収納がね大変になってくるので、そうですね、椅子ってね入る場所が結構限られるというか、小さい車で行くときは特にどうやって入れようってなるんで、薄くなるとすごく積み込みがしやすいので、この薄いっていうのもポイントの一つでございます。そうですね、結構この肘掛けの部分のごつさとか雰囲気だったり、なんだろう、こう折りたたんだ時にやっぱこの背もたれの方が高かったりとか、微妙なちょっとした違いでこう2つ持っていく時にごっつくなったりするんですよね。じゃあ4つ目、こう見えて私的には個人的な感想ですけど、座り心地が好きです。なるほど。このなんて言うんだろう、沈みすぎない、立たせてくれるこの感じが結構好きです。なるほどね。でこの高さとかもちょうどいいというか、お気に入りなんですよね。こういう折りたたみのタイプのこの生地感っていうの、なんていうの、張り感。最後なんといってもこの個性的な可愛い柄、これがもうこの椅子の特徴というかね、やっぱ選んだ特徴ですよね。まず一目惚れしましたし、可愛い。キャンプ用品でコーディネートした部屋ですけれどもこういうね柄のない場所にドンって置いてあると映えるからね。そうなの。いいよね。お家にあっても本当可愛い。という理由でこちら一つ目の使ってよかったアイテムでございます。はい。二つ目こちらです。ドン。ネイチャーハイクの IGT バーナー。イエイ。はい。これも相当使いましたね、今年。これは本当に、神アイテムでした。で、もともとフラットバーナースノーピークの純正のバーナーがあるんですけども、これを買った理由。それはですね、もうここに見えてます。点火するボタンが上についてて、押しやすいっていうところにあります。調整のつまみもね。そうです。火の強弱がここでできるし、これで点火する。どっちもここに上についてるので、とてもやりやすくて、結構ね、こう、バーナーの下についてたりとかするものだと、ちょうどこう、下を見ながら、まあ慣れれば感覚で押せると思うんですけど、私はすごく不器用で、もうここにあるっていうだけで、めちゃめちゃ不器用な私には簡単に点火できるという。ガス管も縦につけたり逆さにつけたりそうなんですできるっていうね。ちょっと裏側をお見せしちゃいますね。ででん。こうガス管をつける。そうね。感じですね。まあ普段はここに溝があるんですけど、ここにスッとぶら下げる感じになるんですけど、それ以外にもね、方法がありまして、ここにつけたりとか、あとはこれ足になってるんですけど、自立するのか。そう、これただ立てて別にここにはめずにね立ててガス管普通に置くみたいな。なるほど。なんだかんだ使ったことないな。これはねやったことないけど、こういうテーブルじゃない人でもこういった使い方もあるよっていう。確かに IGT がなくてもね。そうそう、こうやってね使えると。なるほどね。めちゃくちゃ良かったんだけど、気になるポイント、ちょっとだけあって、最近、ちょっとこの付きが悪い。この火花が飛ばない時があって、まあ何回かやればつくんですけど、あとついた時にボンってなる。っていうのがちょっと最近気になっております。まあライターでやればね、安全なんだけれども、あとは、まあ分かってたことなんだけど、ここがフラットじゃないんで、そうなんですよ。こういうとこがね出っ張ってるから、テーブルに置いた時に、やっぱり使ってないとちょっと邪魔になるよねっていうのはあるよね。そこはねやっぱりフラットバーナーとは違うポイントになっちゃうけども、テーブルをね広く使いたいって思った時にね、ここはデコボコしてるなみたいなにはなります。ただこれを紹介した動画リンクも載せておきますけども、やっぱりこの黒光りした感じとかがかっこいいよねっていうコメントとかいっぱいいただいておりまして、好評でございました。で自分たちもすごい使ってるという。そう、これももうやっぱりまずデザインかっこいい、使いやすいじゃんっていうところから入ったからね、黒いのはかっこいいなって思ってます。そうだね。ということで2つ目は、こちらのネイチャーハイクのガスバーナー。
となりました。はい、おめでとうございます。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。では、3つ目です。こちら。ぷいはい。これ、エアベッドです。はい。これですね。ちょっと今見えてないんだけども、カバーちょっと外してもらっていいですか？はい。これ、サムトピア。エアベッドでございます。はい。下に土台、ちょっとキングキャンプのエアコットに乗せちゃってるので、見た目がちょっとわかりづらいんですが、この上の部分ですね。このパンみたいな色のここの部分です。はい。厚さ20センチの、ダブルサイズサムトピアエアベッドです。はい。これがですね、ちょっとお仕事で、レビューをやったんですけども、めちゃくちゃ良かったという。本当に、もう斉藤夫婦と言ったらエアベッド難民じゃんみたいな。確かに破裂させたり。そう、この数年間、なかなか出会えなかったところにちょっとお高いけど、って思ったけど、ご紹介してから半年ぐらい、こう家でもこうやってね、ご来客いただいた時に使ったり、キャンプでも使ったり、いろいろ繰り返してきましたが、今のところ気になる点が私的には見当たらない。確かにないです。空気抜けてくるなとか、ずっとこうやって置いといたら、今ちょっとこのベコリ感は抜けてる感はあるものの、これね、今1ヶ月ぐらい放置していて、この感じちょっと抜けてます。このベッドを紹介した動画もリンクに載せておくんですけど、やっぱり初回のレビューなので、使ってみて実際どうかっていうところまで分かってなくて、寝具となると、でこの値段となると、やっぱりどうなのっていう実際コメントが結構ありまして、絶対そこが分かんないと購入するのやっぱ勇気がいるだろうなとは思いましたよね。その時のレビューではいいじゃん張りもあって、見た目もかっこよくて生地も良くて、いいなってなったけど、やっぱどうなのが一番気になるところ。その空気抜け問題なんですけども、メーカー的なコメントとしては3ヶ月抜けませんっていう風におっしゃってたんですけど、今1ヶ月です。抜けてはいます。抜けてはいます。はい。抜けてはいると。リアルがそれです。ただ、キャンプとかで、例えば3泊4日とか行くとしたら、全く抜けないと思う。1ヶ月キャンプ場に住むなら多少途中で入れるでしょって思うから、そうね。なんか、そんな言うほど、あとは今まで使ってきたエアベッドと比較すると、次の日とかでも結構、緩くなるし、あと朝入れたのになって寝るときに若干緩んでたりとかも経験的にあったから、そこを加味したら気になる部分ではないぐらい抜けづらいかなと思います。ただ今ね、これまだこう真冬のキャンプ場とかで使ってないので、そうなんだよね。まだそこまでってなるとちょっとまた分かんなくなっちゃうんだけど、寒暖差があるとまた変わってきたりするから、ただ1ヶ月放置するとこんな感じ。まあでも座ってもう無理かって言われるとまだ全然まだ別に大丈夫だよね。大丈夫です。ただ足したいなっていうぐらいよね。そうね、私たちは結構パン作りが好きなんでただこれに寝てみて、あと思ったポイントとしては、そのパンパンにすると硬いです。ほんとマジでね、跳ね上がるぐらい硬い。硬くて逆に寝心地悪くなるので。そう、首やられたからね、一回。上にね、なんかさらにマット敷くとかならいいと思うけど、最高だったね。僕らは一回パンパンにしてから、ちょっと空気抜いて調整をしてるって感じですね。まあ説明書の方にも自分で硬さの調整ができるっていう風に書いてあったので、ちょっと抜いて、少し柔らかさを持たせて寝てますね。やっぱね、ハリハリすぎると、ちょっと首疲れちゃう。でもこれで、全然腰痛くないから。そう。快眠です。快眠ですよね。革命的なエアベッドだと思います。そう、見た目の可愛さや色も良かったし、こんな頑丈なの本当にあるんだっていうのは、ほぼほぼ実感できました。そうね。例えば、3、4日で抜けちゃうとしたら、多分不良品なので、まあそういった場合に、メーカーさんがちゃんと対応してくれるとは思います。展示会とかにも出てるみたいなので、サムトピアさん。ということで、これを3つ目に選びました。サムトピアの、高級エアベッド。
はい、本当これは忖度なしですよ。本当に良かった。ただ抜けるかって言われると、いや、抜けます。そう、ゼロではないっていうのがリアルでした。4つ目。はい。こちらでございます。ハローどうしたどうしたハローはい。これ、ネイチャーハイクまたまたの炭火台でございます。これもよう使いましたな。IGT の炭火台なんですよ。はい。これもよう使いました。うん。ちょっと開けますか。はい。まあもうだいぶ使い込んだんでね。なんか落ちてくるかな。これでなんですけど、これも確かレビュー動画やってますよね。やりました。前のお家でしたけど、どうなるっていうのをやりました。はい。これもリンク載せておきます。はい。はい。いきます。これで、炭火台が完成するという真っ黒ですけど、汚いわけじゃなくて、錆び焦げなんですよね。年季が入っております。俺がね、もうこれ、保護せず使っちゃったんで。でもね、うち、毎週のように行くから、もういいかみたいな感じで、荒々しくいろいろ使ってますけど。で、さっきのここの IGT にはめ込めるという。はい、じゃあ今日は火を使った料理じゃなくて、夜ご飯は焼き鳥だよってなったら、ここに、でねー。こういう風にはめて、はい。もうここでバーベキューができるという、これを本当に楽しかった。本当に楽しい。このテーブルの真ん中で焼き物ができるっていう、なんか本当にお店のバーベキューに行った気分ですよね。そうですね。こういうね、真ん中にね、スチールがあったりとかするじゃん。太郎ちゃんのじゃあ、これのお気に入りポイントは？まずさっきの設営1秒。なんかさっきから言ってるとさ、すごい怠け夫婦みたいなね。いや、でもね、重要ですから、ほんと。なんかもう設営早いのばっかり言ってる。だって、それに時間かかっちゃうと、もうほんとストレスになってくるからね、毎回。わかるわかる、それは。しょっちゅう行くからね、キャンプ。で、片付けも簡単に1秒でガシャンって戻るから、まあ、このね、炭をここに直接入れてしまうと、俺のやつみたいに、こう焦げたり、年季が入ってきちゃったりするんだけど、片付けもちょっと大変になっちゃう。もうそうそう、炭がね、落ちちゃうからね。アルミとか敷いて保護すれば、そのアルミをこうまとめて捨てちゃえばさ、洗う必要ないから、簡単にしまえると思う。まあ、それがやっぱ1個目。2つ目は、やっぱりこう、テーブルの真ん中で、もう繰り返しですけど、みんなと一緒に楽しめるという。そうですね。こっちの人もあっちの人もこう自分の好きなように焼いて食べれるしね。そうそう。この感じだったらまあ4人ぐらいでバーベキューできるかなと思います。はい。あとはこの IGT っていう部分ですね。このテーブルじゃなくても IGT の規格だったらどれにでも使えるよっていうのがすごくいいなっていう。そうですね。感じですね。あとはこの薄さ、バッグもついてるしさ、薄さいいよね。そう、薄くて使いやすい。本当にこれも収納がね、めちゃくちゃ楽ちんです。本当バーベキューやろうよ、バーベキューコンロってなるとさ、結構大掛かりなイメージある方もいると思うんですけど、こんな薄くなっちゃうからね。そうだね。もしバーベキューやるって決定してなくてもさ、とりあえず積んでること多いよね。急に浜焼きやりたいってなったら、あるよみたいな。これはもう基本ずっと積んでます、車に。そうだよね。そう。かさばんないから。だからいつでも炭火ができるようになりました。いきなりキャンプ場行って、なんかめっちゃ海鮮売ってるじゃんとか、海鮮バーベキューできるじゃんとかなった時も、今日炭火台持ってきてないっていうのがよくあったんで。よくありました。それがなくなったと。素晴らしい。まあでもたまたま持ってない日とかにね、そういうこともあるんですけど。そうね。まあそれだけ私たちはこれにすることによって炭火料理の美味しさにも気づいてしまったんですよ。そうね。火でね、やるのもいいんだけど、これは美味しくできますよね、かなり。欠点としては、あくまで多分 IGT 用になっちゃうんで、こういう風に置いて使うのはちょっと危ないと思います。確かに。やっぱりここ、さっきのバーナーとは違って、IGT 規格にはめて使うものだと思う。あと、結構、この角っていうか、ステンレスが鋭いので、
ガシャガシャガシャってやるときに怪我しないように。確かに。ほら、ちょっと怖い。そうだね、手挟んだり切ったりしないように軍手したりとかさすればいいかもね。そうだね、ちょっと注意しないと怖いです。私ちょっと気になったのは結構さ穴が開いてるじゃん、その空気穴が。はいはい。割と火強めにすぐつくんだけど、その辺はやりづらくなかったですか？炭がいっぱいあればやりづらくないですけど、なるほど。すごいよく燃えるから、逆に焼けないってことがないからいいんじゃない？そうだね、それはなかなかなかったね。そう、俺ら焼けないことが多いからつかないとか焼けないとか。これと迷ったのがこれなんですよ。こちらです。はい。これちょっとキャンピングムーンのバッグに入ってますけど、これフィールドラックのねバッグを使ってるんだけど、でもこういう情報嬉しい。なんか入れ物欲しいから、これはねちょっとバッグついてなくて、同じこれもネイチャーハイクなんだけど、これもね実はフィールドスタイルで展示してあるの気になって Amazon で買ったやつなんですが、これも焼き台なのよね。これこうやって開くだけで焼き台になるという。これね感動したよね、これもめちゃくちゃ好きなんだけど、これも実はレビュー動画作ってます。これだけで焼き台が完成するっていうスーパーギミックなんだけど、これにしなかったのは、これ一人用なんですよね。俺が焼き担当するよって言ったら、もう俺だけのここのスペースみたいな感じなんで、いい意味で言ったら風貌になってたりするんで、風強い時とかこれで良かったなって思う時ももちろんあるんですけどね。そうね。ただサイズ的には家族分ぐらいいけるから、焼き担当のお父さん用みたいな感じですね。焼き専門家を一人ここにセッティングするんだったらいいかもしれないね。じゃあ太郎ちゃんの使い分けとしては、俺が焼く用の時とみんなでやろう用の差であると、この2つは。だからこれは2人の時もグループの時も僕が焼き鳥を焼くおもてなし限定みたいになっちゃってる。焼き鳥太郎限定みたいな感じになっているので、さっきのやつは何でも焼けるじゃん、お肉でも野菜でも何でもありかなって思うんだけど、これほんと一人用って感じがあるから、風貌がもうついちゃってるからね、見えないもんね、相手からね。だから一人でやるにはもう最高なんだけど、選ばなかった理由はちょっと使い方が限定されるからっていう感じです、そして最後なんですけども、5つ目選んだのがこちら。ででん。はい、これです。はい。これもキャンピングムーンの入れ物に入っちゃってますが、これね、多分マルチグリドルの入れ物なのかな、本来は。そうっぽいですね。なんですけど、何かというと、これは家の中で出すのがちょっとしんどいので、ちょっとだけ見せますね。これです。ででん。はい。ベルクロートの焚き火台Nキャンプファイヤーでございます。はい。焚き火台なんで出せないんだけど、別の映像でNを使ってる様子を流そうと思いますので、結構使い込んでおります。これは今年マジでめちゃくちゃ使いました。で、この間天板がもう結構傷んできたので、ペラペラなのよね。その分収納がこんだけちっちゃくなるっていう、そのね、薄さ。これも薄さ。僕らいつも収納で大事なのは薄さって言ってるんですけど、これもだから車に結構積みっぱなしで置いていて、その天板だけ買い替えました。ベルクロートさんに言って、これだけで売ってますかって聞いて、売ってるってことだったんで買わせてもらって、天板だけ新品に変えたんだけど、これは今年めっちゃ使いましたね。焚き火台ね、ほとんどこれ1個だったんじゃないかな、今年は。そうかも。冬に二次燃焼使いましたけど、春からはずっとこれ使ってて、でついこの間動画でも出したけど、モンベルの焚き火台をポチって、二次燃焼ね、冬用にちょっと買ったんですけど、それまだ使ってないんであれなんだけど、それとこれで2つあれば、もうどっちも薄いしいいんじゃないかなって思うぐらい完璧ですね。もちろんNも冬全然あったかいですよ。足元がすごく温まる、低い位置で焚き火できるんですけど、かといって
薪も結構積み上げられる。そう、薄いのにね。そう、パワーを持ってるので、太い大きい薪が乗せられるんで、よく燃えるし、あったかいです、かなり。そう。火力がめちゃくちゃ出ます。はい。スリットが空気口がいっぱいついてるんで、下からのこう空気がいっぱい入って、めっちゃ燃えるんだけど、僕らが使わせてもらってるのは、サイズがキャンプファイヤーっていうサイズで、一番大きいやつなんですよ。60センチ直径があるんだけども、これが良かったんだよね、俺的には。あんまりこの大きさってないから、まああっても、めっちゃでかい焚き火台になっちゃって、収納がやっぱ大変なので、そうだね。めちゃくちゃ重宝しました。で、夏は夏で、ちょろっと、焚き火やるのも、薪少なめでね、やってても、こう、ちょろちょろ燃え続けてくれるし、鑑賞用に、この収納の大きさならありかなっていう感じでずっと使ってましたね。なんならね、焼き網に乗せて、お餅焼いたりパン焼いたりもすごくしやすいんですよ。美味しくできました。だからそれこそ、さっきね、炭火台も選んだけども、ちょっとだけ炭火で料理やりたいなっていう時は、もう薪の置き火の残った炭で、もうパーツがね、ついてるんで、それに、Amazon で買った網をね、乗せて、ちょっとした炭火とかできちゃうから、ちょうどほんと去年の冬、ふもとっぱら行った時に、お餅をね、食べましたよね。あとほら、空止まりでも使ったじゃん。空止まりでも使ったし、そう、あとナスでも使いましたね。パン焼きました。ああ、そうだ。ちょこちょこやってます。毎回美味しくできます。お友達の山広さんが開発したやつですけど。そうです。もうこれすごい、本当に。すごい。はい。なんか結構いつももうちょっといいのないかなとかって思うんですけど、焚き火台に関してはもう縁と出会ってからずっとだね。この収納がやっぱ一番なのかな、でも。そうだと。やっぱ山広さん自身が登山とかされる方なんで、昔からね、その収納がちっちゃい方がいいっていうことを言ってたから、軽いとかね。かといってこれを持ってくってことはないと思うんだけど、山に。でもソロのちっちゃいやつも出てるしね。そうだね。めっちゃすごいよね、薄くてちっちゃくて。持っていくのがまず苦じゃないから、どこでも焚き火できるようになりましたね。そうだね。ちょっと今日は焚き火しようとか、焚き火しないつもりでも一応持っていくみたいな。ということで、最後の一つに選ばせていただきました。以上、5選となりますが、逆に、見ていただいている皆さんの、今年のベストキャンプギアがあれば、コメントで教えていただけたら嬉しいなと思います。すごいじゃん。じゃあもうこの動画とコメントで、スペシャルなおすすめギアが全部わかる。でもそういうのはやっぱ間違いないと思うんで。そうだよね。教えてもらえたら、ちょっと僕らもコメントチェックして気になっちゃうと思うし、楽しみが増えますので。増える。やっぱそういう情報本当に嬉しいよね。これは買ってよかったみたいなのが、今年のね、ギアにあれば教えてください、ぜひ。そうですね。ぜひぜひよろしくお願いします。はい。ということで長くなりましたが、はい。1個ずつちょっと説明しましたので、はい。こんな感じで今年の5個選ばせてもらいました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。はい。来年も引き続き、なんかね、いい道具とか、いいテントとか、あればご紹介していきたいなと思いますので、家が鳴った。木だからか。ぜひぜひ、チャンネル登録の方もしておいていただけたら嬉しいです。よろしくどうぞ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなり。さようなり。斉藤でした。ありがとうございました。もういっぱい思いのはけを喋りましたわ。なんて思いの果てを。思いの丈はけじゃない。竹じゃない。思いの丈思いの果て